はい、こちらはアストリッド・グレーフィン・フォン・ハルデンベルクです。我が家にはもう一鉢、つる仕立てにしている子もいます。全体像としてはこんな感じです。ブッシュ仕立てだと、このようにおおらかに広がるかもしれません。お花を近づけますと、とてもクラシカルなバラの香りがすると思います。咲いたお花はあまり長持ちしませんが、つぼみがそれなりの数つくので、しばらくは楽しめそうです。はい、こちらはレディー・エマ・ハミルトンです。全体像としてはこんな感じです。小柄なイングリッシュローズです。お花を近づけますと、ティーとあと柑橘系のフルーツの爽やかな香りがしています。はい、こちらは3年ぶりぐらいに登場するパリスです。この子は今までどうしていたかと言いますと、こちらです。このカミキリムシの穴、カミキリムシが入って樹勢が落ちていたのでお休みさせていました。全体像としてはこんな感じです。お花付きが今一つアンバランスですが、元気を取り戻してくれただけでも嬉しいです。お花を近づけますと、かすかにパウダリーな香りがしています。はい、こちらはロソマーヌ・ジャノンです。我が家にはもう一鉢、つる仕立ての子もいます。この子は春先に樹勢が弱かったので、一度ピンチしての一番花です。お花を近づけますと、かすかに甘い香りがしています。咲いたばかりはこのように黄色いお花ですが、咲き進むにつれてだんだんと赤く色づいていきます。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。はい、こちらはミスター・リンカーンです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子も昔コメリさんで投げ売りされていた子です。毎年春にもう切る場所がないと悩む子なのですが、ピンチしているとそれなりに花数をつけてくれます。お花を近づけますと、華やかなダマスクの香りがしていると思います。はい、こちらはブラッシュノアゼットの2番花です。大きく横張りに咲いています。お花を近づけますと、かすかにバラの香りを感じます。これ2番花と言いますか、すべてベーサルシュート、今年出てきたベーサルシュートとサイドシュートのお花です。あまりに幅広なので支柱でまとめようか悩みどころです。はい、こちらは L です。ファッション誌の L という名前だと思います。お花を近づけますと、ティーベースのとってもいい香りがしていると思います。この子は花びらの内側が黄緑色系ですね。私の交配したバラの中で名前がわからなくなった子で、同じような花びらの子がいたんですが、もしかしてお父さんは L かもしれません。
全体像としてはこんな感じです。ステムが一本一本とてもしっかりしていますね。大雨に打たれてもお花はしっかり上を向いて自立しています。はい、こちらは我が家で毎年ものすごいブラインドをするローズデケトル版です。ピンチもしていませんが、毎年我が家での一番花の開花は7月上旬ぐらいになると思います。遅咲きです。お花を近づけますと、奥深いダマスクとハーブの香りがすると思います。とてもいい香りです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。シックでとても存在感があります。はい、こちらはローズシナクティフエモーションブルーの2番花です。ステムが長いバラですし、大雨に打たれてお花の重さで枝が折れたりしてしまっています。全体像としてはこんな感じです。10号鉢です。おおらかに咲くバラだと思います。お花を近づけますと優しい香りがしていると思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子は両親がわかりません。お花を近づけましても特に香りは感じませんが、お花色が複色系で可愛いお花だなと思います。花びらの後ろが黄色、クリーム色系、花びらの表側が割と渋い感じのピンクですね。可愛いと思います。黒点病も少し出ていますが、花つきなどはもう少し大きくなってから確認したいと思います。こちらも2020年に交配した私のバラで、両親がわからなくなってしまった子です。でもこの枝ぶりから見るとお母さんはカーディナルヒュームだと思います。お花を近づけましても香りはよくわかりません。渋い花色です。黒点病も少し出ています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。